こんにちは、のぎすけです。今回は僕が舞鶴で食べたおすすめグルメをご紹介します。日本海の海の幸や歴史を感じる海軍カレー、ふわふわのチーズケーキなど地元の味をたっぷり楽しんできました。1店舗あたり 1,2 分でサクッとご紹介していくので、最後までお楽しみください。舞鶴といえば海の幸。宿泊先近くで見つけたこの海鮮料理屋さん、静かで落ち着いた店内で注文した海鮮丼は10種類の魚介と厚焼き卵があふれんばかりに盛り付けされておりまして、これがめちゃくちゃ美味しかったです。個人的に大きいネタの刺身って少し苦手なんですが、全く気にならないほど美味しかったです。そして味噌汁がうますぎでした。この旅で一番美味しかったかも。あまりに美味しいので、ご主人にお聞きすると、その日仕入れた刺身用の魚をいろいろ入れているそう。だからこんな旨味が出るんですね。めっちゃ優しいご主人の丁寧なお仕事を楽しめる超おすすめのお店です。海鮮といえば、今のお店から徒歩5分くらいの場所にも美味しいお店がありました。舞鶴の卸売市場でオーナーが競り落とした魚が提供されるこのお店、海鮮丼や定食がメインで、ショーケースにはフライも並び、お願いするとその場で揚げてくれます。人気店のようでずっと混んでました。頼んだのは刺身定食。どうですか、この美しい盛り付け。マグロとサーモン以外どれがどれだかわからない僕ですが、とにかく美味しかったです。ちなみにお米は舞鶴産、甘めの醤油は京丹後産。清潔感があり、地産地消の素晴らしいお店でした。舞鶴は昔は海軍、現在は海上自衛隊の基地がある港町。海軍海上自衛隊といえばカレー。舞鶴には海自カレーを食べられるお店をまとめたパンフレットもあったりしまして、早速2軒ほど行って食べてみました。1軒目のお店は五郎スカイタワーにあります。五郎岳の山頂に立つ高さ50メートルの展望タワー。近畿百景第1位に選ばれているだけあって、かなり綺麗な景色を拝めます。タワーにはカフェが併設されており、ここでカレーを食べられます。頼んだのは護衛艦妙高ビーフカレー。オリジナルプレートが嬉しいです。このカレーうまいです。少し辛みがあって味が濃く、玉ねぎの甘みを強く感じます。コロッケは揚げたて熱々のホクホク、うまい。大変失礼ながら、観光地の飲食店の雰囲気からあまり期待をしていなかったのですが、その期待をいい意味で大きく裏切るぐらい美味しかったです。メニューも豊富だし、グッズやカンコレとのコラボをやっていたり、非常に力が入っているのが分かります。景色もいいですし、おすすめ。ごちそうさまでした。2つ目の海自カレーは赤レンガパークにあるカフェでいただきました。護衛艦冬月で実際に食べられているカレーを再現したものだそう。ルーはさらっとしてて具が大きめ、程よい辛さです。忙しい館内で食べるからか、味は濃いめで若干塩気も感じます。じゃがいもは素揚げされているらしく、香りが強調されてて美味しく癖になる感じです。ボリュームは抑えめなので、お腹いっぱい食べたい人はご注意。海自カレーを2つご紹介しましたが、このレストランでは海軍カレーを食べられます。入り口に戦艦大和の模型があるこのお店は、東郷平八郎をはじめ旧海軍関係者が利用していた旅館で、現在はレストラン。豪華な内装と広々としたお庭を背景に、当時の海軍料理や西洋料理を食べられます。海軍カレーを注文すると、店員さんが一つ一つ丁寧に説明してくれました。ご飯が円形なのはルーがこぼれにくいように、野菜が大きめに切られているのが特徴。栄養を補うために牛乳がついている。カレーは現在のとろっとしてコクのあるものとは違い、さらっとして味もかなりシンプル。まさに日本カレーの源流という感じがします。そして辛くないのにスパイスの香りがかなり強く、また白米に少し混ぜられている麦の食感が心地いいです。ちなみに舞鶴は肉じゃが発祥の地とも言われており、このお店でも提供されています。カレーとむっちゃくちゃ迷いましたが、今回はお預け。それからこのお店の2階には旧海軍に関するたくさんの展示があります。当時の日本を味だけでなく目でも体感できる歴史を感じるお店でした。
舞鶴は戦後1945年から58年まで13年間にわたり約66万人の引き上げ者と1万6269柱の遺骨を迎え入れました。この舞鶴引き上げ記念館では抑留先での状況の展示や抑留されていた方々の持ち物、抑留中にご家族に宛てた手紙が展示されています。重労働や寒さ、飢えなどに苦しみながらもどのお手紙も弱音や愚痴が書かれておらず、自分は大丈夫、会える日が楽しみですといった前向きな趣旨のお手紙だらけで胸が締め付けられました。手紙の内容について検閲があったとのことですが、それでも胸にくるものがあります。舞鶴に行かれる方はぜひ訪れてみてください。最近個人的に好きなのが肉うどん。吉原入江の素晴らしい景色を楽しんだ後、いいお店あるかなと肉うどんでググったら、地元の人たちが通う肉うどんが名物の大衆食堂を発見。早速肉うどんをお願いしたら、出汁がなみなみとしたうどんが運ばれてきました。食べる前から香りがやばいです。出汁はあっさりしてて麺は柔らかめ、とても優しい肉うどんです。それから肉のうまみがすごく、そのうまみに負けないかえしの味を強く感じます。かえしが美味しいということは丼物も美味しいに違いない。親子丼も食べてみたいぞ。とても腰の低いご主人がいらっしゃる素敵なお店でした。舞鶴では純喫茶には行けなかったんですが、東舞鶴のおしゃれなカフェで美味しいケーキに巡り合えました。このチーズケーキが美味しかったんですよ。チーズの香りが最高でふわふわ。持ち上げようとすると崩れてしまうほど柔らかいです。アイスカフェラテもコーヒーの香りが豊かで美味しい。注文時にシロップをお願いしたらちょうど良い甘さ加減になっていました。素晴らしい。店頭で写真を撮っているご家族がいたので有名なのかも。接客も親切で素晴らしいお店でした。さて、舞鶴から少し足を伸ばして宮津市との境を流れる由良川へ。川を横切る由良川橋梁がなかなかの景色で、まるで水の上を走る電車を見られます。景色を楽しんだ後、近くの丹後由良駅の中にカフェがあったのでちょっと休憩。親切なお二人のご婦人が店員さんで、テーブルクロスがかわいい店内。いただいたのは手作り感があったかいチーズケーキとカフェオレ。歩き疲れた体にとてもありがたいです。丹後由良駅はアニメの聖地巡礼先にもなっており、店内は静かににぎわっています。僕のような旅行者や現地の方など幅広い年代の方々が次の電車までゆったり過ごされているとても素敵な駅でした。駅から舞鶴への帰り道で非常にそそるレトロなドライブインを発見。レトロ自販機で有名らしく、ラーメン、うどん、そば、ハンバーガー、瓶のコカ・コーラの自販機がありました。小腹が空いていたのでラーメンを買ってみました。すごい懐かしい味で、高校の学食のラーメンを思い出しました。店内にはゲーム機もたくさん置いてあり、それらも全部レトロ。ノスタルジー感にどっぷり浸りながら美味しくいただきました。ラーメンといえば、滞在中のとある夜、突如空腹に襲われ、とりあえず飛び込んだラーメン屋さんがこちら。ここがね、地元の体育会系のラーメン屋さんという感じで個人的に良かったんですよ。席に座ってじっくりメニューを見ると、ラーメンだけでも7種類。とにかく空腹がつらかったのでこれを注文。どうです、この夢のような体育会系飯。道理で部活帰りっぽい学生が多かったわけだ。で、肝心のラーメンの味なんですが、僕は超好み。見た目は背脂でかなりこってりしてますが、食べるとかなりあっさりしてます。でも旨味があるので物足りなさはありません。そして焼き飯、唐揚げ、チャーシュー、キャベツとカロリー満点の大皿。これは近くにあったら通うかもと感じた通り、20時を過ぎてもお客さんが途切れることはありませんでした。地元に愛されているラーメン屋さんです。
今回の舞鶴旅、改めて振り返ってみると、美味しいものとしっかりした歴史がありながら、でもどこか肩の力が抜けたちょうどいい港町でした。日本海の新鮮な海の幸に海軍海自のカレー、歴史に触れられる場所もあれば、ふらっと立ち寄れる喫茶店やレトロなドライブインもある。観光地として前に出過ぎていない分、日常と非日常が自然に混ざり合っていて、歩いているだけで心地よかったです。今回はグルメを中心に巡りましたが、まだまだ気になる場所はたくさんあるので、また季節を変えて訪れたいと思います。良き旅でした。